はい、今回はフリー素材なんかでよくあるこんな感じのレンズフレアのテクスチャ画像ですね。これらを使った光のアニメーションの作り方を解説していきます。こういった素材は、レンズフレアフリー素材であったり、英語でレンズフレアフリーなんかで検索すると無料でダウンロードできたりします。で、今回は、こんな感じのソニーのロゴアニメーションをモチーフに光のアニメーションを作っていきます。まず、新規コンポジションを作成します。カット01で3秒のコンポジションを作成しました。で、こういったグラデーションのような表現を使う場合は、ここですね。普段8ビットになっているんですが、オルトキーをしながらこの8ビットの数字をクリックしてやることで16ビットになります。この16ビットを使うことで、グラデーションをきれいに出すことができるので、こういった表現の時には16ビットを使用していきます。では、進めていきます。まず、こういった画像の中から使えそうな素材の部分を探していきます。最初にイメージがあると探しやすいんですが、今回は、まず一つ目に、この光源にこの画像を使用していきます。12の4ですね。こちらを読み込みます。そして、使用するのはこの光源の部分ですので、この光源に対して楕円形ツールでマスキングしていきます。シフトを押しながら正円でマスキングします。で、真ん中あたりに配置しつつ調節していきます。そしてマスクの境界線をぼかして自然な感じにしていきます。境界線とマスクの拡張を調節してこんな感じですね。そして描画モードは加算にしておきます。そしてさらにアンカーポイントですねもこの光源の真ん中に来るように設定しておきます。こんな感じですね。そして次の素材を探していきます。次はこのフレアに対する、この光源に対するフレアですねを探していきます。この部分を使っていきます。23の1。これですね。をドラッグして読み込みます。そして同じようにマスキング。してマスクの境界線をぼかしてなじませます。そして描画モードは加算ですね。で、アンカーポイントも軸になる部分に移動しておきます。こんな感じですね。さらに光源を読み込んでいきます。この光源を使用します。29の5。同じようにマスキング。で、アンカーポイントも持ってきます。で、描画モードも加算。そして、
これのフレアですね。光源に対するフレアも探していきます。この部分を使います。3の1。で、マスキングですね。で、アンカーポイントも真ん中あたりへ。で、描画モードも加算ですね。こんな感じですね。これでレンズフレアのセットができましたので、これにアニメーションをつけていきます。これを全て動かしたいので、一つヌルオブジェクトを作って、親に設定してやります。ヌル、フレア1と。で、全てを親に設定してやります。これが一つのセットですね、フレアの。そして、決め位置に、キーフレーム、回転のキーフレームを打っておき、スタート位置に回転のキーフレームですね。をつけてやります。こんな感じですね。そして、最初はスケール0で10コマで100という感じの出現のアニメーションをつけてやります。こんな感じですね。そして、このメインの真ん中の光源ですね。これ以外は、出現と同時に消えてやるように設定します。2コマ手前でキーフレームを打ち、2コマ後に不透明度を0に。すると、こんな感じになります。さらに、フレアを追加していきます。この光源を使っていきます。23の1。で、同じように、マスキングですね。アンカーポイントを真ん中へ。そして描画モードはスクリーンに設定してやります。で、マスクの境界線もですね。そうして最初のフレアが出現するあたりで、この2つ目のフレアも出てくる感じにします。少し手前のところでスケール0で、10コマのところで一気に開いて、1秒10コマあたりで0になると。こんな感じですね。
そしてこのフレアには色を入れてあります。エフェクトの色調補正のトライトーンを適用してあります。そして青を入れてあります。ハイとミッドトーンですね。ハイは少し若干だけ薄い白にしておきます。するとこんな感じになります。もう少し大きくてもいいかな。そしてさらにエフェクト、ブラー滑らかですね。で、少し滑らかにしておきます。こんな感じですね。で、次にこのレイヤーを複製します。コントロール D で複製。で、一つ非表示にしておき、これを右と左の半分ずつに分けてやります。で、少し変形で形も変えながら右も作っていきます。で、右の方は色も変えてあります。色調補正の色相サイドで色相をいじって黄色系にしておきます。こんな感じですね。で、両方表示させてやるとこんな感じですね。で、混ざり具合なんかも調節してやります。するとこんな感じですね。そしてこの消えるタイミングと同じぐらいでこのメインの丸ですね。これも最後にスケールで消えていくように設定しておきます。ヌルにスケールの0のキーフレームを打っておきます。こんな感じですね。で、青と黄色はもう少し早く消えてもいいので、スケールを少し前に持っていっておきます。こんな感じですね。そして、さらにこの今色を変えた部分ですね。を複製して、マスクの形を変えていきます。で、これは少し緑寄りにしてやります。色が混ざってる部分ですね。で、境界線も変えつつ、ちょっと緑すぎますね。
こんな感じですね。そしてさらにこれを複製してやります。で、ソロで表示させて、今度は色を白に戻してやります。ちょっとマスクを書き直します。これぐらいですね。そして大きさも調節していきます。そしてブラー加減も若干。こんな感じですね。そしてこれは出現と同時に回転のアニメーションをしているようにします。回転にキーフレームを打ち、後ろの方で回転させていきます。すると、こんな感じですね。これが2つ目のレンズフレアのセットですね。こんな感じで、複数のテクスチャー画像を使用して一つの光のアニメーションを作ることができました。で、これを合成していきます。画像を読み込んで、こんな感じですね。で、この光源は、このメイクビリーブのドットの部分ですね。この部分に持っていきたいので、新規ヌルを作成し、すべて親に設定してやります。フレア1はヌルを。で、他のレンズフレアはすべて選択し、ヌル2を親に設定してやります。で、ヌルの位置をこのドットの位置に持っていってやります。すると、こんな感じですね。ドットの位置から光が出てくるようになっています。で、これに文字が出てくるアニメーションをつけていきます。この光の出現と同時にこの文字も見えるようになるので、文字にもマスクをつけてやり、境界線をぼかしていきます。で、マスクの拡張をマイナスにし、見えていない状態にしてやります。で、光の出現に合わせる感じでキーフレームを打っておき、光が一番明るくなると同時にマスクの拡張を広げて文字がすべて表示された状態にしてやります。すると、こんな感じですね。そして文字に移動のアニメーションをつけてやります。決め位置にキーフレーム、スケールですね、を打っておき、出現と同時にズームアウトしていくような、スケール75。すると、こんな感じですね。ざっくりではありますが、こんな感じでレンズフレアの静止画のテクスチャ画像ですね、を使って光のアニメーションを作っていくことができます。いろいろ試して作ってみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。